サソリ座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回ご紹介させていただいたこちらのホロスコープブック、たくさんのご予約ありがとうございました。少しだけ楽天ブックスで予約できない時があったみたいなんですが、今復活していますので、よろしければ概要欄から詳細ご覧ください。そして10月4日からは実際に書店にて手に取ってご覧いただけますので、何かしら新しい自分を知りたいという方はぜひ書店に足を向けて見ていただくか、またネットでも内容詳細ご覧いただけますので、ご予約お待ちしております。まだこちらの、予約特典もついていますので、ぜひご活用ください。ありがとうございます。ではここから9月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。ちなみに9月15日が新月で、乙女座で起こる新月で、サソリ座の皆さんにとってはここからね、未来の計画を立てていくとか、何か整理して自分のやりたい方向に焦点を合わせていくみたいなタイミングとしていい時ですからね。でまた逆行していた彗星もね、順行に戻りますので、すんなりと自分の思考が落ち着いてくるというか、まとまってくる、整理されてくるっていうことが起こると思います。ちょっとカードでも見てみます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月後半です。忍者、女帝逆、戦車逆、ソード4、女教皇逆、ペンタクス8、ペンタクス6。気をつけることや対策はペンタクスキング逆と、カップ6の逆と、オラクルは皇帝逆。強いですね。とっても強いです。現実を生きているっていう感じのする2週間ですね。空想的とかじゃなくて、もう超現実を生きている、しっかりやってますみたいな印象です。まずすごく聡明になっているというか、今その新月ということで、ご自身のね、考えがまとまったりとか、未来に対しての計画を立てやすい時なので、なんとなくそうですね、サソリ座の皆さんにとって未来にこれからの自分に必要なものって何なのかなっていうことをきちんと整理して、過剰な欲求とかではなくて、必要な、本当に現実的に必要なものをしっかりと把握するっていう感じがありますね。全然なんかね、贅沢してないって感じがします。どうでしょうか。なんか夢見がちではなく、贅沢もしてなくて、本当に別に質素ってわけではないんですけど、自分に合った、身の丈に合った現実的なものを得ようとしているっていう感じがあります。そして、なのでその分無駄に動くっていうよりは、慎重に動かずに止まって何かをね、探っている、調べているっていう感じですね。で今この動画をご覧いただいている現時点では、何か止まってるのかな、ちょっと小休止というか、止まってるのかなっていう感じがしますが、もしね、体調があんまり優れないんだっていう方は、無理なく休んでください。そして物事をこれから起こしていこうと計画させている方は、焦らずに計画をしっかり立ててくださいって感じがします。今すぐ動くっていうよりは、ちゃんとね、調べて、動く前に調べて、止まって様子を見ているという段階な感じがしますね。ちょっと見てみますね。もしかしたら動くに動けないという状況もあるのかもしれませんが、今は下手に動かない方が得なんでしょうね。それをよく分かってらっしゃるから止まっている。そしてよく様子を見ている、調べている。はい、無駄がない動きですね。なんかとっても。はい、そしてよく分かっている、なんか本当にいろんなことをよく分かってるって感じがします。相手の感情もそうだし、この今の現状もそうだし、これからきっとこうなるだろうという予測とか、もしくは対策に対して、これをこうしたらああなって、こういうリスクがあって、こういうメリットがあってっていうこと、なんか全部よく分かってるっていう感じがします。はい、そしてその後ですね、ようやくはい、計画は立ちました、分かりましたって言ったら、もうコツ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 毎日のことをね、やっていくっていう努力していきます。もうやることは分かりました、計画はバッチリですっていう感じがしますね。ペンタクルス8、
うまく、資金をやりくりしながらビジネス展開していくんだなって感じも出てますし、別にこれは資金だけではなく、うまくその自分の喜びとか愛情とか価値っていうものを大事なものですね、今自分にとって大事なものをうまくこう回しながら、進めていってるなっていう感じがします。人生のね、毎日の生活の中でも大事なものって一つとは限らないですし、よくあるのがこの仕事も大事、このパートナーシップも大事、でもこれも大事ってどうするのって言った時にそれをうまくこなしている、きちんとどれも手を抜かずきちんとやっているっていうのもあれば、今やってる行動が自分の未来にすごくつながってるんだっていう自負もあるっていう感じで、ものすごく精神的にはバランスの取れた感じです。なんか落ち着いててね、そしていろんなことが分かってる、なんか妄想的に空想的に何かをごまかしてとかではなく、ものすごく超現実的によく分かって現実行動を起こしてますみたいな感じで出ています。そしてちょっと気をつけることを見ておきますね。ものすごくなんか聡明でいろんなことを全体像を把握して客観的に分かっているんだけれども、あまりにもその理想像みたいなものを高く持ちすぎない方がいいのかもしれないですね。その理想像っていうのはこう自分がやっていく上で出てくる理想像ではなくて、過去に描いた理想像だそうです。なので昔そう思っていた、なのでその思いをもう一回叶えてあげようっていうのではなく、もう今の自分は昔の自分とは違うんだって、いろんなことを経験した自分は、新しい方向に向かっていっているのだから、昔のことは基準にしませんっていう感じで、今目の前のことを基準にしてやっていきますっていうふうにする方がいいみたいです。はい、それとオラクルがね皇帝なのでまた強いんですよね。復活ということで復活っていうことで、もう本当に何でしょうね、ものすごくしっかりしててびっくりするぐらいしっかりしてるし、もう聡明だし客観的に分かってるし強さもあるし、それをなんか無理に押し出してないしっていう、なんかものすごくバランスの取れた感じだなって、完成されてるなっていう感じがするんですね。そのさそり座さんだからこそ、何かを達成することができるとか復活することができるとか、やっとなんかブレイクスルーできる、打破して何かを到達することができるという感じがします。いや、ここまでよく来たなっていう感じかもしれないですね。素晴らしい。そんな感じでしょうか。今ので何かヒントになりましたでしょうか。はい、皆さんのね生活に当てはめて考えてみてください。また次回次の3ヶ月分のねまとめた星の解説とかも出そうと思っていますので楽しみにしててください。ということで、何かしらもしよかったよという方はぜひチャンネル登録やいいねボタン、もしくはコメントで教えていただけると嬉しいです。では、いい時間をお過ごしください。ありがとうございました。失礼します。